皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今年2025年の野球はい。全般を全部振り振り返る返る。というテーマでやっておりまして、はい。第3回目は高校、大学、社会人からメジャーへ進むのは、はい、流行になるのかなというはい。ような話をしてみたいと思います。まあ、プロ野球飛ばしというものが起こうん。るのかどうかということなんですね。まあ、前回喋った時に、まあ、小林さんも提案と言いますか、いいこと言っていただきまして、要するに日本のプロ野球はメジャーを真似ないんですよね。で、メジャーの人は結構日本のプロ野球からいいところを取っているとのに、うん。なんでメジャーのやり方を真似ないんだろうって言ってたんですが、まあ、そう言ってるうちに、プロ野球を飛ばしてアメリカに行く選手も増えてきたと。小林さん、はい。アメリカの、その日本のプロ野球に入らずに行く人って昔もまあ、何人か田澤投手とかいましたけれども、ちょっと増えてきた感じ、これはどういうふうに見ておられますか？うん。いや、むしろこれだけいかないっていうのがすごかったと思うんですよ。あだってあ、テニスだってゴルフだって他のスポーツはもう小学生とか中学生でも平気で常に世界を見てるじゃないですか。で、そうそれがですね。野球だけはもう日本の国内だけでやるっていう、ものすごい鎖国的な状況。まあこれもやっぱり甲子園の影響だと思うんですよね。うん。それがだから長く続きましたけどね、もう本当にね。で、海や、外に行ったら甲子園出れない。それからもう一つ、前回、前々回も宇治原さん指摘されたようはい。に、日本の野球界のものすごいこう、島国根性みたいのがあっうて、ん。中学高校でアメリカ行ってたようなやつは日本じゃもうダメだみたいな空気もあったんですよね。だから日本のプなる、ロ野球に入るには日本の中学、高校でちゃんと叩き上げてこそ日本のプロ野球は歓迎するみたいなね。でそそれも含めて、う。うよくん。ぞそういう風土を守り続けてきたなっていうね。でそれがなくなるのはある意味当然ですよね。そう、なるほどね。藤原さん、今の小林さんの意見聞かれてどう思われました？まあ、まあね、2009年に菊池雄星選手がね、はい。最初に、アメリカに行きたいというはい。ことをやったら、まあ、大バッシングを受はい、け、そうでしで、たね。その3年後に大谷翔平選手がメジャーに行きたいという会見をはい。やって、まあ、最後は折れたんですけれども、うん。まあなんか、そういうのも含めて少しずつようやく変わってきたなっていうね、う感じん。が受けますよね。なので、まあ、ようやく、他の競技に追いついてきたかなという段階じゃないですかね、まだね。なるほどね。そうですね。一番最初は本当は失礼。ないんですけれども、野茂英雄さんがもう初めてドジャース行った時の、もうバッシングはもう強烈でしたからね、もう忘れられてますけれども、要するに日本の野球を裏切るのかとかね、近鉄を見捨ててるのかと、お前なんか二度と帰ってくるなというようなコメントも出ましたし、当時朝日新聞が、の中で10人ぐらいのコメントが周りに並んで真ん中に野茂さんの記事があったんですね。その10人のうちの1人が私なんですけれども、はい。野茂頑張れと、アメリカで行って頑張れって言ったの10人のうち2人でしたよ。私ともう1人誰か大学の先生だったり。ある野球評論家の方は、半年で尻尾を巻いて帰ってくるから、早く帰ってきても入るところないぞという、そんなコメントを出されうん。ていましたね。H さんという評論家の方ですけれども、それだけドメスティックな何か空気があった中で、メジャーに行くっていうのはもうある意味小林さん、これはもう自然な流れと言いますか、当然の流れっていうことですかね。いやもちろん、その野茂さんが開いて、その後ね、はい。イチロー選手や松井選手が行ったといはい。う歴史、まあ、松坂選手とかね、はい。
もありますけど、もっとこう、他の競技とか見れば、そんなの当たり前のことで、最高峰のリーグが残念ながら今アメリカだとすれば、はい。そこを目指したいというのは、まあ自然なことですよね。しかそうですね。も、野球を取り除いても、僕らなんかもやっぱりアメリカ行きたいな、アメリカ留学したいなという気持ちは当然あったわけで、あっやっぱりたわけで。まあ海外に出て勉強してみたい、経験してみたいという若者がいるのは当然のことですよね。それを、いや、牛原さんが言って思い出したけど、なんでみんなであんなに菊池雄星選手とか大谷翔平がアメリカ行くのを必死になって止めてたのかっていうのが。でもみんな忘れっぽいんですけれども、松井秀喜選手がアメリカに行くという声が高くなってきた頃に、長嶋茂雄監督が朝日新聞に原稿を書いて、松井だけは行かないでくれっていうのを書いたのをみんな忘れてるんですよ、もう。お小林さんも忘れて、忘れいや、たした。僕も、はい。もう長嶋さんが自分で書いてるんですよ、ちゃんうーと。自分のん。名前証明で。松井だけは行かないでくれっていうな。それが一旦行って活躍し始めたら、なんかもう師弟関係みたいになって言われてますけれどもね。それ聞いてすごい思い出したのが、サッカーって、例えば自分が育てた選手が J えリーグのユースにこう行ったりするえ、はい。のをものすごく歓迎するんですよね。そう。本当に、例えば町のチームで育ててたのが、うん。何 J のユースに入れたのかすごいじゃんって、これ自慢なわけですよ。自慢というか、ところが、うちの近所にも子供いますけれども、え何人か、そうなの、ベルマーレのユーザー入れたのとかいうのは話題になりますね、それはしかね。もそれを俺が育てたみたいな感覚で、うん、で、いや、俺は、要するに今町のチームやってるけど、そこから日本代表を育てるんだみたいな、まあ、そういう意味では、日本サッカー協会一元化じゃないけど、はいはみいはい。んなで日本代表を育てるみたいな意識があって、あんまりうん、縄張り意識は強くないのかなって野球に比べるとね。なるほど。でも野球はもう自分家のチームの選手が他に行くとかいうことにものすごい抵抗するんですよ。うん、しますね。しますね。宇治原さん、なんでするんですかね、今、縄張り意識という声が出ましたけれども。ねえ、なんか、普通、こう、メジャーから声がかかったって言ったら、おお、すげえってなるうん。じゃないですか、普通はね。はい。それが、なんか、裏切り者になるわけじゃないですか。でも最近でもまた変わってきてるんですよ。最まあ、最近また、近はね。うん。うちからメジャーリーガー出たみたいな風に変わってきてるんですようん、ね。うん。まあ、それは、その時代が変わったからっていうだけうで、あくまん。で、そういう大谷選手がね、まあ言ってくる。だからもう結局ね、野茂英雄さんがはい。行ったのを、アメリカで活躍してるのを菊池雄星選手とか子供で見てるわけですよ。やっぱりそうですね。そういううんそのがありましたよね。うそうなっん。てくるとメジャーリーグ行くっていうことが別にメジャーリーグで活躍してる日本人は当たり前のように見て、はい。で、みんながどんどん言ってるのもっともっともっと下の世代はもっと当たり前のようになってきてるんで、うん。それはもう近づくっていうのは当然なんでね、そこはもう止められないですよ。もう今は。野茂さんにメジャーでやるのは何も自信があったんですかって聞いたら、自信があるとかないとかっていうんじゃなくって、社会人の時に、結構あ、世界大会によく出ていたし、オリンピックにも出ていたし、その時戦った相手がメジャーで活躍してるんだから、自分たちも行ったら同じようになるだろうというぐらいのことは思ってたといううん、言い方されたんですね。うん、だからある意味でアマチュア野球、日本のアマチュア野球の方が先に世界化してきたとはい。いうようなことが現象としてあって、そこからナモさんが出てきたというようなことを思うんですけれども、小林さんどうですか？いや、聞いててつくづく、野球って、ほら、未だにその戦時中というか、いろんな意味で軍国主義的なものを、今も、守り続けている競技というか、分野じゃないですか。はい、はい。それと同じように、なんか、アメリカ人には絶対かなわないみたいな、日本人の劣等感も一緒に野球界が背負って守り続けてるみたいな、そういう気がしますよね。いやいでもや、それがね、うん、打破されたことは、ようやくなんか本当に、そういう意味でもすごいことをやってくれてんだなっていうそうですね。ふうにも思いますね。
一番最初に言って戦前の話ですけれども、ベーブ・ルースやなんかが日本に来た時の新聞に書かれたのが、怒発天をつく巨人たちの群れっていう書き方をされていて、で、それで私調べてみたんですよね。一体ベーブ・ルースなんかがどのぐらいかっていうのが、身長がベーブ・ルースで188センチですね。体重が99 91.5キロ。ルーゲーリックで、身長が180.2センチ、180センチぐらいかな。そうですね。ですから、大谷が今190センチですからね。全然怒発点をつくとかっていうような問題ではなくなったんですが、なんていうか、劣等意識というのは、今まだ、サッカーの国際試合でもアナウンサーなんかが、あの、やはり身体能力が違いますねとか、身長が違いますねとよく言いますよね、これは。なんか、この意識っていうのは野球だけの責任ではないのかな、宇治原さん。どうですか？そうですね。なんか、誰々選手からヒットを打ったって言ったりするじゃないですか、スーパーはい、スターがね。はい。そんな話じゃないと思うんですよ。もうそれぐらい、それと同等レベルにあるはずなんですよ、日本のうん、う選手たちって。ん、うで、ん、そういう表現することが、今いる選手がすごいことをやっている風に表現されてるかもしれないけど、でも実際はそこに肩を並べるというか、みんながね、そううん。いうはい。肩を並べて話すことが僕は大事なんじゃないかなっていうふうにね、うん。はい、思うんですよね。なんで、今の型を並べて話すことが大事っていうのはすごく面白いなと思ったのは、かつてサッカーのトルシエ監督の言った言葉ですね。それははい。同じですね。はい。要するに日本の選手が強くなるためには、外国のヨーロッパの街角を歩いていてコーヒーテラスでコーヒーを飲んでるようなサッカー選手、日本のサッカー選手がたくさん増えてきたら、日本のサッカー強くなるって言われたんですけど、本当そうなりましたからね。だかそうなんでら、すね。外国で暮らす人っていうのが、平気で、野球で外国に行くという人が平気になってくるんでしょうね、これからも。宇治原さん。どうではい。すか？それとやっぱり、目標が、高いところにあり続けるっていうのは、選手が成長するきっかけには絶対なると思うので、そうですね。で、アメリカに行かないって結局向こうに欲しがってもらわないことにいけないことなので、はい。年齢的なものも考えてってなったら別に、目指す選手が増えることはめちゃくちゃいいことだと思うんうん。ですよね。で、うん。この前西武ライオンズの平良海馬選手と、はい。ちょっとシーズンが終わった時にちょっと喋ってたんですけど、はい。その彼は今、日本で優秀なクローザーになってるわけですけど、はい。で、日本で活躍するだけでいいんだったら僕も努力しなくていいじゃないですかと。あまああ。活躍できてるわけで。でもうん。彼はメジャーに行きたいと。うん。メジャーに行きたいという目標があるから、やっぱり日々頑張れるし、もっとうん。もっと良くなりたいと思えるとっていう話をしててね。もう本当に、うん。日本の、にわかファン、ファンの人の何人かは、なんかメジャーで行くという希望を持たないでくれって言うけど、でも、うん。そうじゃないんだと。持うつことん。が彼らが成長してくれるし、彼らは日本で圧倒してアメリカに行きたいと思ってるから、圧倒してくれる選手になるっていうことは、日本にとってはすごくいいことなので、なるほど。そこは歓迎していいと思うんですよ。そのなるほど。結果として、アメリカに行くこともあるし、うん。まあ、残ることもあるしっていうことだと思うんで、なるほど。とにかく行こうという選手が生まれることは、僕は素晴らしいことだと思うんで、なるほど。はい。ダルビッシュ投手は、日本ハムファイターズで、別にずっとやっていてもよかったんだと。ただ、はい。周りの選手が、ダルビッシュは打てないねと言った声を聞いた瞬間、これはここでやっていても面白くないというような、そういうような意識で、メジャーの方に行かれたということらしいですが、今年のこのオフで行こうとしている人が、巨人の岡本選手、それからヤクルトスワローズの村上選手、から西武ライオンズでも今井投手、高橋投手、はい。それから阪神タイガースの才木投手、ソフトバンクの有原投手、ぐらいですかね。阪神タイガースの佐藤輝は来年に回ったらしいですけれども、まあ、それだけの選手がアメリカメジャーを目指しているということは、そしたら別に小林さん、
これ決して上を目指す個人の選手としては悪くないということしか言いようがないですかね。まあ、やっぱり、そのアメリカのリーグが日本よりもレベルが上だっていう事はい。実というか認識がある以上、さっきの平投手の気持ちっていうのはごくごく自然なことですよね。なるほど。だから、それを閉ざすなんていうことはありえないことだし、まあ、やむを得ないっていう言い方は変だけど、はい。当然だと思いますね。だからやっぱりそこになってくると、日本のリーグをもっとメジャーとなんとか対抗できるぐらいいいリーグにしないといけないなというリーグの責任というのは出てくるんじゃないかと思うんですけど、その辺内原さんどうですか？いや、もう本当そのおっしゃる通りで、結局その行きたい気持ちっていう、選手たちの気持ちはまあ制御できるものじゃないんではい。思ってもらったらいいんですけど、一方で、やっぱりメジャーには行かなくても十分なリーグ運営ってリーグの。いうのをしていかないといけないし、さっき言ったように居心地の良さっていうものを作っていかないといけないと思うんですよね。だから日本シリーズなのに、もうその球団同士しかを見ていないという現状は、うん。NPB の責任だと僕は思うのうで、ん。もう本当にドラフトからもうシーズン終わっちゃったみたいな風になっちゃうのは、すごく異常な環境だと思うんで、せっかく日本のチャンピオンを決めるところにね、やっぱり野球ファンみんなが注目するっていうね。で、実際面白いんですよ、日本シリーズ。面白かったですよ。面私も見ましたけ白いんで。れども。ええ。でそれがこう伝わってないのは僕はもうむちゃくちゃ悔しくうてなんですけど、ん。去年もですし、その前の年も、もう本当に日本シリーズって、要は、ちょっと長いけど短期決戦なので、この短期はい。決戦でこう目まぐるしく流れが変わる、うん。この両者の戦いって、これ甲子園にも通じるところがあるわけですよね。だかはいはい。らそういうところのこう短期決戦の面白さ、采配が変わったら、こうやっうん。て野球は変わるんだっていうのをすごくうん。学ぶ時間でもあると思うんでうん。すよね。なんで、うん。それをこう盛り上げる形を作っていないというのは僕はまあ NPB の責任で、それがやっぱりメジャーには絶対勝てないところだと思うんで、なるほどね。そこをね、勝てるというか、肩を並べられるようなこうリーグっていうものにしていってほしいうん。なと思いプロ野ます。球にしてはい。ほしいと、メジャーと並ぶね、というはい。ことでしょうけれども、小林さん、来年 WBC というのがあります。うん。これに関しては、どのように注目されてますか？されてませんか？どうですか？いや、WBC も過去の試合は面白かったですからね。ええ、面白かっまあ、野たですよ。球全体を考えれば、やっぱりワールドシリーズが面白いという以上に うん。WBC の方が、本質的っていうのか、そこに日はい。本代表という形なわけですから、はい。まあ、選択肢として、俺はアメリカには行かないよと。はい。でも、WBC で日本代表でね、世界を相手に戦うことできるよっていう選択肢だってあっていいと思うんですうよ。ん。さっきダルビッシュの話出ました。ダルビッシュにはい。僕、中学生の時会ったことがあって、はい。アメリカにそのボーイズの大会で行ったんだけど、ご飯がまずいから僕、絶対メジャーに行きませんって、その時言ってたんですよ。失礼。失それ礼。なのに、まあ、玉木さんがね、はい。言われた理由で言っちゃったんでしょはい。うけど、もう、そういうことがなければ、ダルビッシュは、俺は日本代表では、WBC でもう世界を制覇するからってなる言ったかもほどね。しれないでうん。すよね。そのまあ WBC の試合もアメリカのメジャーリーグとメジャーリーグ選手会の主催で日うん。本はまあある意味主催者側に入れなくって、来年から日本のテレビでは見られなくなったと。ヨーロッパのテレビ的に言うならユニバーサル放映権、ユニバーサルアクセスショーですね。っていうの、アクセスっていうものがうん。なくなってしまったと。これ、宇治原さん、あれですか？やっぱり、ペーパービューの方に入られますか？入ります。入られ、入りますというか、まあ、僕自分で、有料のウェブマガジンを発行してあ、るんです。はいはい。で野球ファンって、記事を読むのにお金を払うことにものすごく嫌悪感があるんですけど、あの、今の時代はね、やっぱ無料にはインチキも多いので、なんうん、か、こう、正しいうん。ものはすごく有料でっていう気持ちがあるんで、な本当るほど。にいいものは有料でも払ってみようって思えるものであってほしいっていうのがね、ありまなるほど。すけどね。小林さんいかがですか？
今聞いててね、一つ日本の中で話題に出ないのがやっぱりスポーツベッティングだと思うんですよ。うん、なるほど。うん。WBC も当然スポーツベッティングの対象になってるわけだし、なってますだかね。らこの前のはい。ワールドシリーズも日本ではあれアマチュア野球として見てるわけですよ。はい。変な話。はい。みんな、言われて要するにる意味甲子よく園の優わかります。勝を争ってるのと同じような感覚で見てるんだけど、よくわかりアます。メリカのファンはやっぱりそれに全員じゃないけども、はい。もうベッティングしてるからあれより盛り上がってるっていうのはありますよね。それでちょうどワールドシリーズの期間中だったかな、ピッチャーのその交代でしたかね、はい。については、これはベッティングの対象しちゃいけないっていうああ。変更がありましたっていうのが記事にうん。なってたんですけども、なるほど。もうそれって何これって日本の人たちは意味がわかんないと思うんですよ。スなるポーツベッテほど。ィングの報道を一切してないのに、そのことだけ言われても何が何だかわからない。はい。それでさっきの日本シリーズが盛り上がらないっていう、じゃあ何をね、NPB が努力するんだっていううん。一つのアイデアとしては、僕、何年か前だかな、山本由伸投手が活躍した日本シリーズですね、オリックうん。スと、相手はスワローズですかね。はいはい。毎日のように延長、もう1点をはい。争う素晴らしいゲームだったんはい。だけど、あんまり、生活の話題にはなってなかった。はい。うん。これがもし、スポーツベッティングが日本であったら、うん。ヤクルトファンじゃなくても、オリックスファンじゃなくてうも、ん。かけて見てたと思うんですよ。うかなり巻きん。込むことができた。はいはい。そういうこともあるし、今、世界のスポーツが、地上波、日本でなんで地上波ないのとか、ダゾーンがはい。なんでそんなにお金払うのって、まあ、これは小崎さんが詳しいと思うんですけども、はい。やっぱスポーツベッティングっていうものが世界のスポーツをものすごい影響して大きく動かうん。してるってそうですね。いうのをうん。知らないで世界のスポーツを語る日本っうていうのも、ん。すごい、まあ、メジャーの、NHK のメジャーのをやってるはい。じゃないですか。はい。で、ニュースで今、ね、メジャーリーガーで、八百長で賭博はい。で、まあ、大激震が走ってますけど、そうですね。それ、二人ほどえーなんて球言いますか。速を落として投げた、ボーはい。ルを投げたっていうのはありうん。ましたけど、あれ全く NHK でニュースにならないんですよね。なるほど一な。言も言わないですよね、あれ。やっぱりメジャーリーグも高校野球の甲子園大会のようにしておきたいというような意識がどっかで働いてるんでしょうかね、それはね。うん。どうですか、宇治原さん、そのあたり。いやー、そうなんですかね。難しいですね。難しい。はい。ただまあ、ベッティングの話は本当、それこそスマホが発達して、それこそ賭けの対象もどんどん変わってきて、その賭けるっていうことによって野球がよくわかるというような賭け方が賭けの対象になっていると。だから、うん。先ほど、投手交代には賭けないようにというようなものが出るというのも、それは、情報が違うよと。君たちの考えることじゃないよというようなところもあるんでしょうね、小林さん。どうなんですかね。うん。うん、そのことがやっぱり、まあ、八百長がしやすいようなね、安いよね。ううなるん。ほどね。ものは極力排除しよううん。とか、あのこのシリーズの最初に宇治原さんがおっしゃった、そのデータ野球が進んでますよっていうのは、はいはい。一つはもちろん戦略的な部分だうん。し、ただこれもやっぱり今はスポーツベッティングと結びついていて、うん。むしろそのデータを必要としているのは、見てる人たちなんですよね。あだからデー掛け屋がタを使っ、欲しいんですよね。そうですよね。だデータを使ったから勝てるっていう要素よりも、やっぱファンがそのデータを楽しんで、それで自分の賭けに活用するという、こう野球ならではの楽しみ方っていうのに、ものすごく効果的なんだと思うんですよね。今、小林さんの話聞きながら、宇佐美さんの話を思い出したんですけれども、戦後すぐに関西だけで出た、野球マガジンがありまして、何というタイトルか忘れましたけれども、ものすごいデータが詳しい雑誌が一年間ぐらい出たらしいんですよね。それはもう完全に賭けの対象だったというような雑誌があったそうです。
ただ、今、最近のテレビ見てましたら、日韓戦なんかでもね、さて、最初にホームランを打つのは誰でしょうかとかいううクイズをね、ん。テレビなんかがやってるわけですよ、いうん。ろいろ。あれも一種の、なんと言いますか、まあ、ベッインティンボルブの仕グですね。方っていうか、視聴者を巻き込む、やり方としてのベッティングって。これうん。は、宇治原さん、ありますよね、なかなか。いや、面白いですね。うん。その、普段の会話にもなるぐらいになりますよね。そのベッティングがあうん。ることで。でね、こうん。のデータの話で言うとね、アメリカでやったらメジャーリーグ全球場に、そういうね、ボールの軌道とかを測るシスはい。テムがあるわスタットキャスけですけど、トですね。やってますね。で、日本もあるんですよね、今はね。うん。ところが、アメリカと日本の一番の違いって、アメリカで全部それ公開されるんですよ。おー。日本は公開されないんですよ。うん。で、公開されないのは、要は、その情報がすごい渡ってしまうのが、嫌だったり、権利の関係の問題があると思うんですけど、うん。それがみんなに情報知れ渡ると、我々メディアもそうですけど、うん。そこに賢くなっていくわけですよね。で、おー。なっていくと、野球の、それで仕事をする人も増えるだろうし、それで、要は野球を伝えるという役割がまうん。た増えてくるだろうし、うん。そこに興味を持つ野球ファンが増えるってういうね、ん。いう部分も出てくると思うんですよ。僕はうん。数字は苦手ですけど、数字が得意な人は、数字うから野球が好きにん。なるということもあり得るんうん。ですけど、それすらできない状態になってるんですよ、日うー本は、NPB は。だから、そん。こも含めて、やっぱり変わらなきゃいけないかなっていう。うん。ああ、日本は何か日本の野球は、オープンにするのを嫌がりますね。はい。もう今の話で思い出したのは、外野センターカメラを設置するのにどれだけ、いろいろ言われたか。あの、アメリカではセンターカメラからバッターが打つのを映すのが当たり前で、それが面白いのに、日本でなぜそれをやらないのかって言ったら、キャッチャーのサインが盗まれるからっていう。うん。という、盗まれるからじゃないんですよね。みんなが盗んでいたのを、公のテレビまでがやるなというようなことだったんですけれども、どんどん、なんて言いますか、公開していったらいいのにっていうか、まあ、アメリカにどんどんメジャーリーグが盛んになってくるのに、日本はっていう話をずっとしていた中で、いっぱい出てきましたけれども、小林さん、はい。何から手をつけましょうか。うん。今の会話を聞いて思ったのはね、ええ、昔は草野球して遊んで、その子たちが野球少年になったわけじゃないですか。はい、今もう草野球ができない、キャッチボールもできない、はい。どうやって若者を開拓するかって言ったら、あの、麻雀って結構若い人がやり始めてるって聞くんですよね。雀おー、荘行かないんですよ。はい、はい、はい。結局、オンラインゲームで麻雀ああ、が、はい。あうん、で、それでやっぱり麻雀が好きになるっていう層が増えてるってうん、う聞いてね、ん、へえとうん、思ったんですけど、それで言うと、だから宇治原さんのそのデータを全部公開して、そのうん、データで見る野球が大好きっていうゲーム感覚の若者がう野球に興ん、味を持ってくれるっていううん、のもね、そういうことも含めてやっぱり、今回宇治原さんがもう何度もおっしゃってる NPB の意識改革っうていうのん、はね、そういうところから本当に変えていかなきゃっていうか、変えればいいのにと思いましたね。うん。で、今回ね、もそれで NPB プラスってアプリができあ、て、う、はい、そこでね、回転数をようやく公開し始めたんですよ。はい。ようやあ、く、なんか、ピッチャーの投げるってあれですね。そうですね。投球の回バッタ転数、ーの打球方向とか、打球方そういうのも、向とか。ようやくね、そこに関してはちょっと変わり始めてたんですけど、要は、そこに行かないとわからなくて、一般公開っていうか、それはまだされてないので、その NPB プラスを見れば公開されてるんですけど、なるほど。なんですか、一般的には見られないっていうのが、うちょっとね、あれん、ですけどね。はい。玉木さん、二つ言わせてもらってもいいですか？はいはい、どうぞ。一つは、今、そういう話を逆に言うみたいですけど、今回の山本由伸投手の活躍っていうのはやっうん、ぱすごく大きな希望だと思っていて、うん、それはやっぱり今まで野茂さんもそうだし、大谷もそうだし、メジうん。ャー行って活躍する人ってみんな大きいんですよ。はいはいはい。190センチクラスなんですよ。うん、だから希望があるみたいだけど希望はないんですよ。うやっぱりん、190ないとダメだってなったんですよ。うん、うん。何人かはそうじゃないんだけど、はいそういうはい。中で山本由伸投手はもう本当に普通、もう僕うん、らと変わらないサイはい。ズ
ですよね。はい。それから、筋力に頼らないっていうのも、はい。これは僕はずっと、うん。皆さんに提言唱してるわれてること。話だけど、はい。これもすごく素晴らしいことで、そうですね。あの、今、アメリカはやっぱパワフルなんですよ。もう、ワールドうシリーズん。皆さん素晴らしいって言うけど、僕はあんまり見たくない。なんうでか、ん。パワフルすぎちゃって、うん。ちょっと辛いんですよ、見るのは。なるほどね。で、うそういうん。中で、大谷選手が打つときは、いいときはそうじゃないし、う山本投手ん。のピッチングは完全にパワーとは違う次違う。元のものだから、実は彼らはアメリカのパワーの中で、まあ、うん。日本的という言い方がいいかうん。わからないはい。けど、はい。10よく5を制す的なね、うん。そういう野球で成功してるってことが素晴らしいんだけれども、そのことが本当に伝わりきってないかうなといん。うようなところが、ちょっうん。と感じなるほど。てるんですけども、なるほど。うん、日本のリーグが良くなって、日本のそういう選手が増えてきて、日本のリーグで優勝したチャンピオンチームと、アメリカのワールドシリーズで優勝したチャンピオンシリーズチームが戦うようになる時を夢見て、我々は頑張りましょうかっていうことになりそうですかね、今日のいや、結論は。よく夢で言ってたのは、それは無理なら、せめて、ワイルドカードで日本のチャンピオンが、そワールド、う。ワールドシプレーオフにリーズに。参加するとか、うから、ん。もう一つは、西海岸に日本のチームを一つ作って、もう、メジャーリーグに入ったらはい。どうかって言うって、ん。ドジャースが今やそうなりかけていて、もうちょっと日本選手を送り込んでドジャースをもう日本のチームにしちゃうっていうのも、はい、これはそうですね。ヨタ話で村上すけど。さんも入ってもらいましょうか。宇治原さんいかがですか？いや、その日本のリーグが、競技人口というか、ファン人口が増はい。えれば、MLB もほっとかないと思うんですよね。うん。ほっとかなくなって、よし、日本の野球を、ちょっと吸収じゃないけど、うしてみようというん。ことで、例えうん。ば、日本だけじゃなくて、アジアでチャンピオンを決めて、はい。そのアジアのチャンピアジアのチャンピオンオンが、が。ワイルドカードに入れてもらうとうん。いうところから始まって、っていうふうになれば、だからそのためにはまず日本の野球がそれだけのレベルがあるということと人気があるっていうことを、うん。両方ね、目的を達成すれば MLB もほっとかないと思いますし、なる。そこからメジャーと対戦できると思えば残る選手も絶対出てくうると思うので、ん。そういうね、ひょっとしたらソフトバンクはそれを目指してるのかもしれないですけはい、ど、はい。そうなれば、ちょっとは日本も良くなってきているということになるんじゃないですかね。はなるほどね。それはもうアメリカが放っておかないぐらい日本の組織と選手のレベルアップ。い。はい。それを考えるときにはやっぱり組織のレベルアップですね。とにかく新聞を売るためとか、親会社の宣伝をするために野球をするんではなくって、野球を面白くするためのに野球をやるというようなリーグが独立して、やれるようになれば、というふうに私がまとめてしまいましたが、よろしいですか、小林さん。一つだけね、はい。やっぱり熱狂させてるんですよね、ワールドシリーズも日本は煽り立てて、すごいだろう、はい。すごいだろうと言ってるんだけど、外野席が15万円でネット裏はいや、200万とか、で、もう富裕層の人しか見られない。もう子供連れて夫婦でアメリカに行って、1試合見るのに600万円かかるっていう、野球が本当にそれでいいんですかと。で、から大谷選手のホームランに1億5000万の値段がつきましたって、それを林立ててていいのかって、これはスポーツビジネスって言うのかもしれないけど、野球って本当にそれでいいのかなって僕は思うんだけれども、あんまり日本のメディアはそこに疑問を投げかけないんですよね。ね、疑問投げかけましょう。我々が。宇治原さん、よろしいですか、それで。そうですね。
要するに巨人が強くないといけないっていう発想はダメだっていうことですね。そこに戻ってきました。まあね、私はドジャースのオーナーにたった一人でオマリーさんという人がいた時のことを懐かしく思い出しましたですね。オマリーさんにインタビューした時は、やっぱり外野席は1ドルで見えるようにしなきゃダメだと。野球は庶民のものだということを言っておられました。それを今日の結論にしてよろしいですか？そうですね。はい。はい。ということで、3回連続して小林さんと宇治原さんに野球の話、してもらいました。本当、宇治原さんと小林さんと野球の話し始めると私はもう止まらなくなって、それこそ一つの番組2時間ぐらい喋っていそうな、それぐらい野球面白いですよね、宇治原さん。もうなんか年々野球が好きになっていく自分が怖くああ、て怖いいでくて。すよはね。それもたまにもう久しぶりに日韓戦見たらもう怒りながらも楽しんで見ていたという。い。いえ下手くそだな、お前とか思いながら、怒りながらでも楽しく見てました。小はい林さんも楽しんでおられますか？いや、なんか嫌いになったはずなのになんでこんなに熱く喋ってんだろうな。いいな。本当に3回連続してありがとうございました。小林さん、藤原さん、ありがとうございました。ありがとうございまます。たよろしくお願いしますはい、ありがとうございね。ました。お願いします。ありがとうございます。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。